Google Pixel は乗り換える価値があるのか。 iPhone 歴13年以上の僕が徹底的にレビューしていきます。実際の使用感や本当に使用頻度の高い AI 機能の紹介はもちろん、 iOS との違いから生まれる懸念点や他の Android 端末よりも優れているポイントについても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。ということでですね、今回は Google Pixel 9 Pro XL をですね、ちょっと Google さんに今回ねご提供いただくことができましたので、生粋のね iPhone ユーザーの僕がねちょっとねレビューをしていけたかなというふうに思っております。もうね皆さんご存知の方多いと思いますが、 Google Pixel 9シリーズがね発表されましたね。今回は Google Pixel 9、そして Pro シリーズ、そしてフォールドシリーズですね。さらにはバッツとかね、イヤホンとかウォッチとかね、そういったものも新商品がね発表されました。で今回なんとね、ありがたいことにね Google さんの発表会、体験会、先行体験会にもね呼んでいただいておりまして、そこでね実際に AI 機能を試させていただいたりとか、他のね実機もたくさん触ったりとか、結構ねいろいろとたくさん触ってはいたんですけれども、でもですね、実際に使うのはわからないんですよ、こういうのは。しっかりとね実際に使用してみて、で iPhone ユーザーが使うとどうなるかとか、実際に僕がねこれを使ってみて困ったこととか、こんなことあんのやとか、めちゃくちゃいいやんこれとかね、めちゃくちゃいろいろとね分かってきたことがありますので、それらをねちょっと皆さんにお話しできればなというふうに思っています。というわけで早速ねやっていきたいなというふうに思います。ということでこちらが、実際にね今回発表された Google Pixel 9 Pro XL というねモデルになっております。で僕がね実際に今使用しているねメインのスマートフォンはねこちら iPhone 15 Pro になるんですけれども、こんな感じの外観で結構ね iPhone に似てきましたよね。で最近ですね、僕Galaxy のねこちら Z Flip 6もね購入をしまして、このねレビュー動画もめちゃくちゃいろんな人に見ていただいて、すごいね本当にありがたかったんですけど、僕は普段ねこの2つをねメインで使っておりますと。でマジで外観に関してはねマジ iPhone みたいですよね。iPhone のね Pro Max シリーズとね多分同じぐらいの大きさだと思うんですけれども、このね側とかここら辺のねこの線とかもねマジで一緒やし、物理ボタンがね iPhone はねこっちの右側とこっちのね左側両方ともあるんですけど、Pixel とかGalaxy とか Android 端末は結構ねこっちのね側面だけにね統一されてるといった特徴があったりしますね。ここのカメラ部分はね、Google の検索バーをねちょっとこうイメージしてデザインされたという風に言っていたんですけれども、かなり質感とかねデザインに関してはもう iPhone みたいな感じのねものかなという風には思いますね。で今回のカラーバリエーションに関しては Pixel 9 Pro、9 Pro XL シリーズはオブシディアンがブラックですね。でポーセリンがこれアイボリーかな。でローズクォーツ、ピンクの色と、で今回僕が、こちらご提供いただいたのが、ヘイゼルグレーのね、ものになっていますね。一方で9シリーズに関しては、オブシディアンブラック、ポーセリンアイボリーとピオニーのピンクとウィンターグリーンのグリーンがねあるといった形になっておりますと。正直質感みたいなところに関してはもうこのね15万円前後ぐらいのねスマホの中では、そこまでも大差はないような気はしていますね。ただねこの Pixel 9 Pro XL に関しては、Google Pixel ってあんまりこう角張ってないイメージだったんですけど、なんかそれが今回だいぶねフルモデルチェンジしたこともあって、ちょっとねパートナーのね人とかに僕がね使用してる時とかもこれが iPhone だと思っていて話してたりとかね、全然気づかないぐらいだったので、一般の本当にねスマホとかも特に何も知らないような人たちからしたらこれが Google Pixel であるということがわからないぐらい本当にねイメージっていうのはねガラッと変わったんじゃないかなというふうには思いました。で参考までにねちょっとスペックをねざっとおさらいできればと思うんですけど、こんな感じでですね9 Pro XL はサイズがね 6.8 インチのねディスプレイになっていますと。で重さが 221g で15 Pro Max iPhone とね一緒だったりするので、めちゃくちゃぶつけてる感じがありますよね。でバッテリー容量が 5060mAh で、RAM ですね、メモリが 16GB もあるんですよね。正直こんないるって思ったんだけど、ちょっとこの後ね紹介するんですけど、ここのね恩恵結構あったんで、ちょっとこれはね注目しておいてください。で充電系、電圧に関しては 45W のね最高の充電をすることができるんですね。で今回僕ね 10% から 100% までね最大出力がね出るポートでね充電をしてみたんですけれども、 10% から 100% まで1時間16分ぐらいでねバッテリーを充電することができました。で価格は17万7900円からという風になっておりますので、結構高いですよね僕はねGoogle Pixel はかなりね安いイメージがあったんですけれども、全然もうこれ iPhone ぐらいじゃんっていう風に思ったので、それにね見合ったねスペックっていうのはねもちろん十分感じることはできたんですが、なんか特にね安いという風なもう印象っていうのはもう一切なくなりました。で価格だけを見たらね結構高いんですけれども、Google Pixel とかって下取りとかねそういったもので結構ね安く購入することができるんですよね。で実際にですねこんな感じで Google ストアにもね掲載されているん
んですけど、下取り価格っていうのが、例えば iPhone 14 Pro とかやったら8万円とかね、iPhone 15だったら7万3000円とかね、結構な額で買い取りっていうか、下取りをね、出すことができるんですよね。で、しかも、購入時にストアクレジットっていうね、お買い物券みたいなものがね、ついてくるんですよね。それがですね、例えばこのね、今回の Pixel 9 Pro XL を購入すると、5万円ぐらいのストアクレジットがついたりするので、実質だからもうあと数万円とかで購入できるようにはなるんですよね。ただこのねストアクレジットっていうのは、これ自体にね使うことはできなかったりとか、期限が365日限定になってしまったりしますので、今回のね9 Pro の発表が去年のね8シリーズよりも2ヶ月ぐらい多分早かったのかな。なのでちょっとこうタイトになっちゃったんですよ、1年間のねこの周期っていうのがね。なので仮に来年の10シリーズが出たとした時に、これがさ、今年よりも365日経過後とかにさ、出る可能性もあるわけですよね。ということを考えると、これはね、ちょっとなんか、365じゃなくて、ね、500日とかね、なんかそれぐらいにしておくべきなんじゃないかなと。ちょっとね、ユーザーからしたらここはね、不安かなというふうには思うんですけれども、でも iPhone とかに比べたら、断然、お得に買えますよね。これは紛れもない事実だと思います。で、あとね、さらに、サブスクのね、使用権っていうのもね、一応ついてきたりします。例えば、Pixel 9 Pro を購入した場合とか、Google One のね、AI プレミアプランとかね、AI 機能ね、6ヶ月無料でね、これが17,400円相当とかね、あとは YouTube プレミア3ヶ月分のね、3,840円分が無料になったりとか、Google のね、AI のジェミニとかね、そういったものも有料版がついてきたりとかね、結構、お得にはなるんですよ。で、実際に簡単なシミュレーションとして、Google ストアで iPhone 14 Pro を売って、Google Pixel 9 Pro XL に乗り換えようと思った時に、本体価格が177,900円のところ、下取り金額が8万円つきますと。で、ストアクレジットが5万100円つくということで、実質47,800円ぐらいかなといったところになります。で、そこにサブスクの使用権とかが付与されて、登録してなかった方はさらにね、お得かなっていった感じになるので、5万円弱ぐらいでね、一新乗り換えることは、一応ね、実質できるかなというふうには思います。ただですね、これストアクレジットが有効期限365日の限定の話になるので、来年とか、ちょっとその辺のね、考えはね、ちゃんとしておかないといけないかなというふうには思いました。はい、というわけで、ここからは9 Pro XL と iPhone 15 Proで、ちょっとカメラ性能をね、簡単にいろいろと比較をしてきました。なので、それのね、結果とかをお伝えしようかなというふうに思うんですけれども、正直結論から言うと、このね、2つのどっちかを選択した購入したからといって後悔することはほぼないです。なのでカメラ性能で選ばなくていいと思います。ただ僕はね、一応カメラっていうねものをメインで仕事にしていたりとか、あくまでカメラとかのねジャンルっていうものを扱うねチャンネルでもあるので、一応ね、僕が感じたことっていうのをお話しできればと思っています。まずですね、動画作例をねいろいろと見ていただければというふうに思うんですけれども、Google Pixel 9 Pro っていうのはコントラストが結構強めだなというふうに思いました。一方で iPhone っていうのはコントラストがやや弱めというかね、ちょっとフラットな質感になっているかなというふうに思っておりまして、これは完全好みではあるんですけれども、ここの2つで結構ね色味は違うなっていうふうに感じましたね。皆さんはこれどちらが好みでしょうか。で、手ブレ補正に関してはほぼほぼ大差がないように感じます。実際に使ってみて、iPhone の方が若干いいのかなというふうに思ったぐらいなんですけれども、そこまでねこれも大差ないなというふうに思いましたし、どっちを選んでも満足できるんじゃないかなというふうに思いました。ただですね、 Google Pixel の方に関しては、ウォブリングというねピントがちょっと迷ってウォンウォンしてしまうみたいな、ピントがちょっと迷ってね前後にずれたりするみたいなものの現象っていうのが、若干あるシーンがあったんですよね。なので、ちょっとそこら辺が気になったっていうのがありましたね。で、逆に iPhone に関してはホワイトバランスの精度が、Google Pixel よりはちょっと劣ってるなっていう風に感じたんですよね。これはオートの話にはなるんですけれども、 iPhone で撮ると結構外だったら感触に振ってしまう。特に曇りのねシーンとかだったらちょっと青っぽく映っちゃうっていうのがね、ちょっと撮ってみて比較して感じましたね。逆に室内、こういったね白を基調としたね室内とかであれば iPhone のホワイトバランスって結構黄色っぽくなっちゃうイメージが、ちょっと撮ってて思いましたので、そこは Pixel の方が結構ホワイトバランスの精度っていうのはね、いい印象がありましたね。ただ Pixel はちょっとマゼンタ寄りにね寄ってしまう、被ってしまうホワイトバランスのね作り方になってるような気もしたので、ちょっとここら辺は結構差があって、出てくるね、映像の色味っていうのは変わってくる印象がありましたね。で、夜のね画質に関してはほぼほぼ一緒かなというふうに思います。そんなにねもうこれ大きくね差はないんじゃないかなと、両方とも夜は綺麗じゃないかなというふうに思いました。で、写真に関してなんですけれども、今回ね9 Pro XL も iPhone 15 Pro も、マックスのね、画素数っていうのが4800万画素とか、5000万画素とかで、ほぼほぼね同じ解像度になるんですよね。で、写真の単純な画質っていうところもやっぱり比較してみても、そこまで大差はないんですね。ただ拡大をすると Pixel の方がやっぱり
構ブーストというかね、こう画像の処理っていうものを後からしている感じがあって、一旦ね、シャッターを切った後に、ちょっとそれが補正が入ってしっかり綺麗になるんですよね。なので、やっぱり解像感っていうか、拡大していった時に、そのね、解像度っていうのは、ピクセルの方がね、僕の中では、結構やっぱ綺麗なね、印象がありましたね。で、あとはね、結構、ピクセルの写真っていうのは、なんかね、ボケ感っていうか、光学でしっかりボケてるイメージがあるので、なんかちょっとこう背景がね、しっかりと綺麗にとろけたボケというか、それが自動的な処理ではなく、しっかりとね、被写界深度でボケてるというかね、なんかそういったイメージがあるので、写真に関してはね、結構、ピクセルの方が僕は好きかな。はい、というわけで、それではですね、ここからは、僕、生粋のね、iPhone ユーザーです。はい、13年ぐらい iPhone を使ってきたんですけど、iPhone ユーザーがピクセルを使ってみて、ピクセルめっちゃいいやんっていう風に思ったことっていうのを、ちょっとね、ご紹介できればなという風に思います。ピクセルならではの機能ですね。っていうのを、ちょっとね、紹介していけたらと思っています。まずは何と言ってもね、ジェミニなんですけれども、これ知ってる方多いと思います。Google のね、AI 機能のね、ジェミニっていうものが、海外からね、先行で使えるようになって、こう、今、日本でもね、結構ある程度使えるようになってきてるんですけれども、いいね。めちゃくちゃいいね。なんか言うたらチャット GPT みたいな強力な AI がこう Google の中にね、この Pixel の中にバーンって入ってるので、もちろんね、iPhone でチャット GPT を使うこともできるんだけど、やっぱりこのオーガニックで使えてるというかね、この Google のこうアプリとかそういったものとの連携をしつつ、この Gemini を使えるっていうのがすごく良かったんですよね。で、iPhone に関しては iOS18 から、Apple Intelligence とかね、使えるようにはなるんですけれども、ちょっとまだ使ってないんで、今の優先度的に言うと、Pixel が AI は断然実際に使えますっていうのをちょっとね、僕が感じたものを伝えていきたいと思います。で、一応ね、新機能として AI 機能っていうのはもういっぱいあるんですよ。で、それはもうね、他の動画見に行ってください。僕はもう実際に使えるなと、実際に恩恵を受けたものしか紹介しません。すごいね、いっぱい魅力的な進化はあって、写真を撮影するときに順番を交代してこう撮ることによって写真を2つ合成させて一緒に撮れてるようなことができるみたいなこともあったりはするんだけど、僕はあんまないんですよ。そういうことを使う機会がね。なので実際に僕がジェミニをこうやって使ったらマジで良かったんだよっていうのをちょっとメインで紹介させてくださいね。というわけで、ジェミのね、本当に便利な活用術をね、ちょっとお話しできればと思うんですけど、そもそもジェミニっていうのはどう使うのかっていうのをご紹介しますね。今回ね、この Pixel 9 Pro だったら、このね、長押しで、はい、こういう風にジェミニを起動できるんですよ。で、こういう風にね、僕が話したことに対して、こんな感じで音声入力が出ていくといった形になるんですね。これはね、9 Pro シリーズで今ね、やってるんですけど、ちょっとね、今、ガミくんとかもいるんですけど、彼はGoogle Pixel 6を使ってるんですけど、6でもジェミニをね、使うことができたりとか、他のね、端末とか、過去のモデルとかでも使うことは一応できます。なので、Pixel ユーザーであれば、基本的には使えるのかなといった認識でいいと思います。で、今のように起動させることができるんですけど、まず一つ目、めちゃくちゃいいのが動画の要約ですね。例えば僕のね、このチャンネルとかで、例えばですね、こういった感じで、ちょっと北海道のね、Vlog を見てると。はい、こういう風に動画を見てるとしたときに、ここでジェミニをそのまま起動させるんですね。長押しをします。で、この動画について質問するを押します。はい。で、ここで、これをさらに入力をしていくんですね。ちょっと聞いてみますね。この動画の宿泊場所はどこでしょうか？いつの時期が安いですか？とか、このように Google のジェミニに聞いてみるんですよ。そうするとですね、こういう風にこの動画で紹介されている宿泊季節はみたいな感じで、実際に僕が泊まったところとか、どういう施設なのかっていうのをこういう風にね、出してくれるんですよね。これすごくないですか？動画の内容をもう見なくてもある程度情報を教えてくれるんですよね。もちろん見てほしいよ。全部要約して済まさないでね、できれば見てくださいね。これに関しては動画で必要な部分というか、実際に、この情報が欲しいなっていうところを、もう、ジェミニに要約してもらうことができるんですよね。っていうのがめちゃくちゃいいと思うんですよ。あとはね、例えばこの動画のように、ソニーのカメラ、今買うならどれを買うべきかみたいな動画があったとしたときに、これを起動させて、質問。この動画で紹介しているカメラをすべてまとめてください。それぞれの値段も表記してくれると嬉しいです。こういう風にやってみます。そうするとですね、はい、僕がね、実際におすすめのものこんな感じですよって言ってたのが全部出てくるんですよね。どうですかこれ。すごいですよね。ただですね、ちょっとね、僕制作者としてわかるんですけれども、ちょっとだけ、間違いはあります。間違いっていうか、アルファ1とかは多分紹介はしてないとかね、あるんですよ。実際に6600とかも紹介はしてないとかね。でも、追加で一応情報を入れてくれたりとか。で、さらにですね、いいところが、こういう海外のね、動画を見ていた時に、これ英語じゃないですか。で、これも、要約できるんですよね。この動画を要約してください。はい、これだけでいけると思います。
はい、写真撮影のヒントとコツを紹介してくれています。クイックセットを開くにはみたいな感じで、たとえ英語であったとしても海外の動画であったとしてもこういう風に、日本語で翻訳をしてくれるんですよね。でさらに部分的なものの抽出をすることもできるんですよ。この動画のスローモーションに関する部分を要約してください。このようにですね、特定の部分だけをリクエストして要約してもらうこともできるんですよ。こういう風に、英語でね解説されているものが日本語でしっかりとね、要約して、これがこういうことを説明していますよっていうのを出すことができたりするんですよね。僕はこれがすごくいいなっていう風に思いました。でそしてですね、そもそも Google のアプリと干渉させて利用することができるっていうのが、めちゃくちゃいいなっていう風に思ったんですよね。例えばこのジェミニに今月のあのライブは何時からですかとかを聞けば、メールにねこう受信されたチケット情報とかをもとにそれらを答えてくれたりするんですよ。とか、あとはここのメーカーさんから来ていたこの連絡っていつまでが返信期限だったとか聞けば、それをねしっかりと要約してまとめてくれたりするんですよね。とか、あとはいろいろ過去のやり取りとかをちょっとねまとめてっつったらね、またそれをまとめてくれたりとか、例えばね、YouTube とかすごく簡単なんですけど、台風の最新の進路情報を YouTube で表示してとかねしてあげるとすぐに出てきます。はい、そうするとこんな感じで、こういう風にねいくつか候補を送ってくれるんですよ。でこのね動画のね公開タイミング見てください。はい、10分前です。めちゃくちゃ最新でしょっていうこういうね最新の情報をもう Google ともう YouTube、Google のねものなので、それらを紐付けて使うことができるんですよ。これがねめちゃくちゃいいなっていう風に思いましたね。であとですね、もうめちゃくちゃねほんまに最高のね使い方をねちょっと発見したんですけれども、それが Google マップです。このね使用方法が僕にとってはもう一番完璧でした。もうめちゃくちゃいいんですけど、ちょっと紹介しますね。僕普段ね車でねちょっと移動することがめちゃくちゃ多いので、そのね身からしたらめちゃくちゃありがたいんですけど、例えば渋谷駅から茅ヶ崎駅まで車で向かいたいです、マップで表示して、はい、こういう風に聞いてあげると、こんな感じで渋谷駅から茅ヶ崎まで行くには東名高速を利用して57分かかりますと、距離は 35.7 マイルですみたいな感じで出るんですよね。でこれをもう Google マップでね出すことができたりしますので、今から行けばこんな感じですよみたいなことがすぐにわかるんですよね。でこの位置情報に関しては Google マップのポイントについて紐づいてるので、なんか嘘とかそもそもそういったものがないんですよね。もうこことここの地点が合ってればもう絶対にそこは Google マップ通りの正確さで出るので、ここになんか疑う必要はあんまりないと思うんですよね。っていうのが僕結構使いやすいなと思っていて、この制度が結構無茶を言ってもやりやすいんですよ。今日の夜23時に渋谷駅へ到着したいです、東京駅から何時に出発をすればいいですか、 Google マップで表示をしてください。こんな感じで聞くと、はい、こんな感じで渋谷から東京駅まで車で向かう場合、本日23時に到着するには19分前に出発をしてくださいと。なら出発時間は22時41分です、到着は23時にできますとっていうのが出てくるんですよ。これよね、多分僕の最適解だと思うのは。これはね完全に僕がね車移動っていうのが多かったりはするので、電車でもねもちろん聞くことはできるんだけど、やっぱさこういう Google マップでその時間に着くにはいつ出ればいいのかっていう計算って僕は多いんですよね。結構その撮影のね現場に行ったりとか、いろいろとね仕事上ねいろいろ移動する機会も多いので、こういうね使い方が一番現実的です、本当に。めちゃくちゃねこのマップとか要約とかやっぱそういうところがね僕はすごくいいなというふうに思いましたね。であとはねやっぱり有名な消しゴムマジックとかあるじゃないですか。不要なね映り込みとかを消すっていうものがあったりするんですけど、ああいうのはね結構実際に使えますね。そこまで正直使いたい場面ってやっぱ多くはないんですよ。僕このね Galaxy もそういう不要なものを消したりできるんですけれども、これをでもね消せるんですけど、正直そこまで使わないっていうか、頻繁には使わないですね。なのでめちゃくちゃねちゃんと消すこともできるし、精度で言うと Pixel 9 Pro の方が綺麗に消すことはできましたね。生成の技術とかもちょっとねやっぱまだ上な感じがしたんですけれども、でもこれのねために買うほどではないかなとは思います。ただあるとねすごく便利だなというふうには思いました。はい、というわけでですね、それではここからは Google Pixel 9 Pro XL を使ってみて本当にね良かったところ、実際に僕がめちゃくちゃ役に立ったここすごいなって思ったことを率直にね皆さんにお伝えしようと思います。で今回のねこの動画ねもうちょっと薄々感じてると思うんですけど、なんか9 Pro の話というよりかは Pixel の話じゃないっていうふうに思っちゃった方多いかと思うんですけど、もうそれはね
ちょっとそれで活かしてください。今回。ごめんなさい。というのも僕ね、まだ Android の発展途上というか、このようなね、Android スマホを手にしてからまだまだ日が浅いんですよ。ほんと1ヶ月とかしか経ってなくて、正直ね、この iPhone とのこの違いっていうところにいろんなこうね、違いを感じてるタイミングなんですよね。なので Android の中でここがこういう風に違うくてとかっていうのがまだあんまり分かりきっていません。なので iPhone ユーザーが使うと感じるところであったりとか、 iPhone 15 Pro っていうね、一番最新のモデルを使っていて、で Android スマホの最新モデルを使うとこういう部分が違うんだよとか、こういう風に使いやすいんだよ、でも一方でここは iPhone の方がいいんだよっていうのもやっぱ明確に感じることがあるんですよ。なのでちょっとね主語がね Android だととか Pixel だととかね大きくなっちゃうんだけど、そこはちょっと今回は許してください。その方がね実際にね iPhone から乗り換えを検討してる方に役に立てそうな気もするし、 Pixel の詳しいレビューはいっぱいあるじゃないですか。僕は Pixel シリーズ使うのが初めてなのでそこら辺はやっぱわからないんで、そういうのはねちょっと別で聞くとか、ちょっとジェミニに聞いてください。はい。というところで、ちょっとね今回は iPhone ユーザーが使うと感じれるところっていうのをちょっとメインでねお話をさせていただければなというふうに思います。というわけで Pixel 9 Pro のすごい良かったなって思うところが、まず1個、音声入力機能の精度なんですよ。これすごい一番いいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、音声入力の聞き取りがほんまにすごい、めちゃくちゃ精度いいよこれ。さっきのね僕がねジェミニでの実演のパートで僕が喋ってることを全部さめっちゃ精度よく聞き取ってたじゃないですかっていうのが、もう本当に精度がいいんですけれども、今これ実際にね、はい、音声機能をね文字起こししてくれています。今日本語でですねこんな感じでリアルタイムでね文字起こしをすることができるんですよね。これただのレコーダーです、純正の。これを使ってもこれだけの精度でこんなに早くリアルタイムで文字を起こしてくれるんですよ。これはほんまにすごいと思います。これねGalaxy のスマホで僕文字起こしもしてたんですけれども、Galaxy だと文字起こしできるんですけど、ちょっとねそのリアタイっていうのがねなかなかできなくて、ちょっとこうね要約っていうかこう文字起こしを後々ねその生成するときにちょっと待機時間が長かったりするんですよね。っていうのがもう見てください。もうこのどんどん進んでいってて、今ね結構声にね張りをつけて喋ってはいるんだけど、こういう風に実際にね、はい、文字起こしをねしてくれていますね。でこれをこのままもうコピペしてジェミニにもう投げて、これを予約してくださいって言ったらもう会議のさもう文字起こしがさ一瞬でもう議事録ができるみたいな、もうそれをねちょっと訂正していって、間違えてるとこはねちょっと書き換えていってって感じすればもう一瞬でできちゃうわけですよね。ただ苦手なポイントもあって、例えば僕はね YouTube チャンネルをアキヤムービーっていうね名前でやってるんですけどっていう風に言うと、やっぱこのアキヤっていうね名前、僕は大文字のアーキヤっていう風に、登録はしてるんですけど、こういう名詞に関してはやっぱしょうがないです。これはねなかなかできないですよね。で続いてがですね Google レンズ。これマジで便利なんですけど、このねアプリですね、このね Google レンズ、とにかく目の前に見た何かを検索したりとか何かを知りたいっていう情報は全てこれを開けてください。これで OK です。ちょっとねめちゃくちゃ簡単なもので言うと、こういう風に iPhone にねかざしてあげるんですよ。はい、そうすると検索が進みます。はい、でこれは、これですよみたいな、このね iPhone 15ですよ、15 Pro ですよみたいな、で値段も出てくるみたいな、こういう風にすぐにね出てくるんですよね。でこれがねまずめちゃくちゃいいんですよ。で結構ね僕いろんなものに試してやってみたんですね。写真集をねこうスキャンしてみて、これは何のやつですかとか言ったらすぐに出てくるし、あとはこう翻訳っていうのもあったりするので、ここのね検索じゃなくて翻訳の方に変えてあげたりすると、画面の中に映ってる英語なりハングルなり中国語なり、いろんなものを日本語に変換してくれたりするんですよね、言語検出でね。でこれによって、例えば海外でこう何が書いてるのかがわからないものとかもこの Google レンズを使ってあげればもう一瞬でその内容がわかるんですよね。でやっぱりねこう Google 翻訳ぐらいのね精度がやっぱあったりするので、全然理解はできるんですよね。っていうのでめちゃくちゃねこれは便利ですよ。で1個ねすごく驚いたのが、ここにね増加があるんですよね。でこれフェイクなんですけど、これをですねこんな感じではい、スキャンしてあげるとこんな感じで出てくるんだけど、これさたまたまなんか分からへんけど、これねフェイク、要は本物じゃない人工観葉植物っていうのが基本的に上に出てくるんですよね。でこれ人工物なんですよね。これね偶然か分からへんねんけど、これすごくない？でしかもね外で撮ればちゃんとね割とねこうナチュラルななんかこう本当のもの、
こう植物の名前とか教えてくれたりするんで、これ認識してるんですかね、ちょっと分からへんけど、こういう風なねものを一瞬でね検索できる、やっぱこの検索っていうところが非常にね優れてるなという風に思いましたね。でこのね Google レンズじゃなくても囲って検索みたいな機能があって、例えばねインスタグラムとかで、これね僕のページになるんですけれども、例えばこういうねなんかこう自分が気になるものがあった時にこのホームボタンを流ししてあげれば、こういう風に出てきて、これをねもう囲ってあげるんですよね。はい、そうするとこのカメラは何ですかっていうのが一瞬で出てくるんですよね。これ M10 っていうカメラなんですけど、ちょっと違うかな。ちょっとね、このライカのね、カメラは、革の張り替えをやってるので、若干正しいのは出てないんだけど、でも、その似たようなものが出ていますよね。ちょっと他でも見てみよう。こっちの方が確実かな。こっちはね、もうこのままのカメラなんで、こういう風に検索してあげると、コダック FZ55。はい、このまま合ってますね。っていうのが、すぐにできるんですよ。これがね、便利ですね。これはね、Galaxy でもできるんですけど、この Google レンズっていうのは、マジでね、使いやすいですね。本当に。ぜひ皆さん試してもらいたいと思います。はい。で、続いてがですね、電源ボタンのショートカットがすごく使いやすいなというふうに思いました。っていうのも、これ2回押しですぐにカメラを起動することができるんですよね。で、次、長押しをすれば、ジェミニが起動できるんですよ。っていうこの振り分けっていうのが、すごく使いやすかったですね。こういう、とっさに AI でね、聞きたいこととかあったりするし、文字起こしをしてもらいたいとか、結構いろいろあったりするんですけど、ここのね、本当にこのワンタッチで一瞬でね、こう起こせるっていうのはすごくねやりやすいなというふうに思いましたね。逆にね iPhone って電源ボタンがこっちにあって、左側にこのねアクションボタンとこの音量ボタンが2つあるので、こう左右になってるので逆に僕は使いやすいんですけど、スクショもね片手で撮れるからすごくやりやすいんだけど、多分 Android 端末っていうのは全部がね右側にあるんですよね。これに関してはちょっと iPhone ユーザーがねちょっと困惑するかなというふうに思います。どっちがどっちやったっけってなるんですよね。この Galaxy とかって音量が上だったりするんですよ。でもこの Pixel って音量が下やったりするし、この Galaxy の Z フリップに関してはこの閉じるとこれが逆にまた反転しちゃうんですよね。っていうこのもうぐちゃぐちゃになるっていうのがあったりするので、 iPhone は電源とこの音量が別なんですよね。これが一番やりやすいから多分ねこれ iPhone ユーザーだから慣れてるっていうのはあるんですけど、これがねやっぱ同じところにあると分かりづらくなっちゃいますね。絶対これはね iPhone ユーザー間違えると思います。で次良かったことがディスプレイの明るさですね。これびっくりしたんですよ。もうめちゃくちゃ明るくて、簡単にねスペックで言うと3000ニットあるんですよね。なのでこのディスプレイの明るさっていうのがねもうとにかく明るいんですよね。この iPhone 15 Pro もね結構明るいんですけど、割とね本当にそれをねまださらに上行くぐらいのね明るさの光量がありますね。やっぱりね外でもね実際に見てみたんですけれども、この明るさっていうのはねこの Pixel の方がすごくね見やすいなっていう風に思いましたし、これがね Galaxy のね最大軌道になるんですけれども、やっぱりね、ちょっと肉眼で見ると分かるんだけど、やっぱこれがね一番ちょっとこう発光量がね少ないんですよね。でこれはねすごく感覚的な話で申し訳ないんですけど、Pixel のこの画面のこの発光力っていうのはすごいアップル感を感じます。というのも例えばね僕いろんなディスプレイをねここに使ってるんですけど、Apple のスタジオモニターとかBenQのモニターとかいろんなモニターがねここの事務所にはあるんですけど、アップルのやっぱりねこの iMac とかを含めてこのディスプレイのこの発光力輝度っていうのがアップル製品っぽいんですよね。本当にこうピカッと明るいというか有機 EL ディスプレイですごいね黒も締まってて、めちゃめちゃこうリッチなディスプレイなんですよね。 iPhone を使ってる人が Pixel 9 Pro シリーズを使ってもマジで違和感ないです。逆にこの Z フリップに関してはやっぱねこうディスプレイのちょっとねこの発光の感じが違ってくるので、これはね折りたたみっていうのがあってねこの全然違うとは思うんですけれども、やっぱねここがね全然違うなっていう感じはしましたね。本当にねディスプレイのねこの輝度っていうのはめちゃくちゃいいなっていう風に感じました。ただ1個だけ僕が感じた不満っていうところに関しては、このディスプレイの明るさって自動調節が可能じゃないですか。っていうのが自動調節の場合だと Pixel の方が暗い気がする。iPhone の方がもうちょい発光してくれてて、結構ね自動のねモードにしてると暗いなと思って何回も上げてたんですよね。っていうのでなんかあんまりね綺麗じゃないんですよね。なのでここねもし改善策してる方いたら教えてほしいんですけど、自動調節で画面輝度を明るめにする設定とかないんですかね。なんか今はねもう結局オフにして自分で毎回ね輝度を選んでやってるんですけど、ちょっとめんどくさいので、そこはね iPhone はすごくねいいね輝度感でね常に表示してくれるので、ちょっと Pixel がねやっぱ気持ちくらいかなとは思います。はい。で続いてがですね顔認証の楽さなんですけれども、これねめちゃくちゃ良くて、例えばねこれ開けるじゃないですか。
はい。わかる。自動でこれも開いてくれるんですよね。こっちの iPhone に関しては、この一回こう出さないといけないんですよ。スワイプをしないと顔認証っていうのはこのまま開かないんですよね。だからこう Pixel っていうのはもう見た瞬間パンって開くんですよね。これがね、マジで便利。こう意外とスワイプってね、ちょっとしたカロリー使う動作にはなるので、もう一瞬でね、それ開いていくっていうのはすごく使っててよかったなと思いました。もうこういうのってさ、めっちゃ細かいんやけどさ、このスワイプとか画面をさ、一回ロックを解除するってさ、一日に何十回何百回ってやるじゃないですか。だからこの一回のこのだるさってめっちゃ大きいんですよ。だからこれがね、やっぱ iPhone だと、やっぱこの一回一回これをね、ちゃんとこうやらないといけないっていうのは、やっぱちょっとね、めんどくさいですよね。あとは指紋もできないので、こっちは指紋認証があるので、Android 系のスマホは今ね、指紋と顔両方があったりするので、iPhone はね、例えばさ、顔の寝起きの状態の顔とか、むくんでたりとか、女性の方だったらすっぴんだったら開かないとかあるじゃないですかっていうのが、やっぱ iPhone のこのちょっとした煩わしさであって、このね、Pixel とか、Android スマホっていうのは、すごくね、ここ便利だなというふうに思いましたね。で、続いてがですね、この Pixel シリーズっていうのは、めちゃくちゃね、カスタマイズできるなっていうふうに感じましたね。これに関しては Galaxy のね、このレビュー動画でも散々言ったんですけど、設定の追い込み具合がやっぱ異常にできるんですよ。この Android っていうのは。っていうのが、やっぱりね、魅力的ですね。本当に細かな設定っていうのがもう数多くできるし、てかそもそも僕もね、Android スマホを最近頑張って調べていってるんですけど、やっぱそのランチャーっていうね、いろんなこう、拡張機能っていうのがね、使っていくっていうのが、やっぱその Android のこう、醍醐味だなっていうふうに感じてきたんですけれども、本当にね、こう、いろんなアプリをダウンロードして、それらを使って、例えばこの背景であったりとか、アイコンのね、この並び順とかもね、こう一面にいろんなサイズでブワーって表示させたりね、そういったこともできたりするし、とにかくいろんなこう、拡張性があると。っていうのが、本当にね、素晴らしいなっていうか、めちゃくちゃ使いやすいなって感じましたね。で、いろいろとね、使っていく中で感じたこととしては、iPhone の設定検索って結構むずいなって感じて、例えば顔認証を設定したいってなった時に顔認証で入れるじゃないですか。でも iPhone って Face ID なんですよね。名前が顔認証では引っかからないんですよね。Android とかはもう日本語はそのまま顔認証で出てくるんですけど、 iPhone だったら Face ID みたいな、ちょっとね、その iPhone 独自のこう名前セッティングっていうのがあったりするので、一般的な日本語っていうのでアクセスしにくかったりするんですよね。ほんまにこれアクセシビリティとかさ、なんかそういうのもちょっとさ、分かりにくいじゃないですか。やっぱりちょっとこう日本人に優しいというかね、設定が検索しやすいワードになってる、ワードチョイスになってるっていうのが Android はやっぱ優しい親切だなっていうふうに思いました。で、さらにね、細かいことなんですけど、今 Pixel でね、僕今3連のホームボタン作ってるんですよね。これでホームに行くこともできるし、これで1個戻ることもできるし、ここの右下でこの全部をね、はい、こういう風に出したりすることができるんですけど、設定でこのジェスチャーのナビゲーションモードでこれね、スワイプに変更することもできるんですよ。こういう風なスワイプ。例えばこういう風に1個進んだものをこういう風に戻るときは iPhone のようにスワイプの動作で設定をすることもできるし、逆にこういうね、3ボタンに慣れてる人はこっちにすることもできたりするんですよね。で、これがすごいやっぱいいです。僕はね、この Android スマホを使うようになって、このね、3連ボタンの方が使いやすさに気づいたんですよ。これ僕の意見ですけどね。僕はね、この3連の方が使いやすいなって感じがしていて、スワイプってやっぱ結構めんどくさいんですよね。ましてやこのね、大きな画面のね、スマホってスワイプって結構やっぱしんどいんですよね。っていうので結局ね、僕はこっちに落ち着いてるんですけど、これも選べるっていうのがいいですよね。逆に iPhone ユーザーが乗り換えてもスワイプのね、ジェスチャーっていうのは選択できるので、これをすればもう iPhone ですから、はい。っていうのもやっぱ良かったりするかなというふうに思います。ただですね、1個、これね、Galaxy の方がいいところが1つだけあって、例えばこれで3連ボタンで本来ここで戻らないといけないじゃないですか。でも Galaxy だったらこのね、このままスワイプで戻ることもできるんですよね。しかもこれ上にも横にも下にも出すことができたりするので、もうここのね、でこれ今僕上にね、このライトは割り当てたりするんですけど、これもね、ランチャーというか拡張のものを使えば3連ボタンもできるし、それプラススワイプの動作も使えるとっていうので、マジでいい。これね、ピクセルもあるんかな、ちょっとある場合ちょっと教えていただきたいんですけど、これができたらめっちゃ良かったなっていうふうに思いましたね。でですね、まだありますよ。これね、ちょっと僕驚いたのが、これピクセル横画面にすると横ホームになるんですよ。すごくない？すごくはないんかな、技術的にできないことはないんだろうけど、これね iPhone できないんですよね。 iPhone はね iOS14 までは大きいサイズのモデルではできてたみたいなんですけど、廃止されたっぽいんですよね。で、多分ね今できないんですよ。僕もやったことないんですけど、でこれの何がいいかっていうと、僕ね YouTube マジでめっちゃ見るんですけど、例えばこう YouTube を開いた時にわかるかな、まずこの YouTube がもう横のUI になるんですよ。でこれがねめちゃくちゃ良くて、こういう風に動画見るじゃないですか。他の動画見たいなと思ってここを戻ってあげてもこのままさ横で見れるんですよね。他にもこういう風にホームが横のままなんで、他のねものを見るときはこんな感じでさ、横の画面で見ることができるんですよね。これがね
めっちゃいい。マジで。このさ、ホームが縦にね、対応してない場合って、この横からこれをね、一回戻すとやっぱこう縦になっちゃうんですよね。なので、これが一回一回こう向きを変えてやらないといけないっていうのがあったりするので、結構これね、めんどくさいんだけど、やっぱ横ホームが完成しているものに関しては、この横でもうずっと置いとけるんですよね。あとはこのままね、もう立てかけておくとかね、そういったことができるんで、このね、横ホームっていうのはマジでいいなっていうふうに思いました。で、あとはですね、今回ね、これ今スクリーンショット、画面レコーダーしてるじゃないですか。で、僕がタップしたところに、ちょっとこのさ、クリックのこのタップの表示出てたの分かりました？これがあるんですよ。純正で。こういうのマジでいいよね。なんかこう、画面のね、こうシェアをするときに、こういう風な手順であれば、これダウンロードできますよみたいな感じで、画面の収録を送ったりするときとかに、こう自分が押したところがわかるんですよね。あとは、例えばこれを授業とかで使うってなったときに、生徒の人がね、こう画面を見たときに、どこをタッチしてるかも分かったりするし、こういうのがデフォルトであったりするんですよ。iPhone も一応、ちょっと似たようなのがあるんですけど、多分あれはね、カーソルを表示することができるんですよね。で、iPhone の場合とかって、多分だけど、マウスとかは判別できるけど、タップに対してはこれが出るとかではないかったはずなんですよね。あとはできるとしても、やっぱこう、めっちゃ外部のアプリを使わないといけないとかなってくるんで、なんかこういうさ、ものがデフォで入ってるのは結構でかいなっていうふうに思いますね。で、さらにですね、めっちゃ実用的にいいなっていうふうに思ったのが、この曲何っていう機能があるんですけど、これね、こういうふうに、これ拡張機能であったりするんですけど、例えばなんかね、こう音楽を流してる時に、これをね、何もしなくて、設定だけをオンにしておけば、このピクセルがその音楽を聴いて、勝手にこの曲これですよっていうのをホーム画面に出してくれるんですよ。なので、このピクセルが聞いた音っていうのがもう履歴に残っていくんですよ。こんな感じで。ちょっとね、最近僕エスパのね、ライブに行ってきたんで、ちょっとエスパめちゃめちゃ聞いてるんですけれども、そこからね、昨日とか今日とかのね、曲とかもね、聞いてた曲がね、こんな感じで、例えば僕はね、このオフィスで音楽をじゃんじゃん流して、朝とか掃除しつつやってたりするんですけど、その時にこのスマホが聞いた曲が履歴にあるんですよね。っていうのがめちゃくちゃ良くて、これがね、本当に便利です。で、このまま YouTube Music とかね、開いていくこともできたりするので、こっから、こういう風に YouTube に飛んだりとか、Apple Music 行ったりとか、で、Apple Music 使いますからね。はい。っていう風にできるっていうのがめちゃめちゃ、これめっちゃくちゃ便利です。やっぱこの検索能力すごいなっていう風に思いましたね。で、今ね、ちょっとこっちにいるガミくんが Pixel 6をね、持ってるんですけど、普段、なんか車でみんなで音楽を聴いて楽しんでる時に、一人わからん曲があっても、なんか、これで Pixel で音出してくれるから、ああ、この曲っすよね、とか言って知ったかしてるらしい。みたいなことをしてるんよね。っていう、なんかね、これがね、絶対的な使い道ではないんですけど、こういう風に、意外と曲のさ、出会いってさ、突然じゃないですか。で、予期せぬ時だし、すぐにね、検索できないとかあるじゃないですか。っていうのが、すごいね、便利だなという風に思いましたね。通信環境がいいね、会場とかであれば、ライブとかフェスとかでも、曲が聴いたね、ものとかであれば、全部ね、履歴残っていくのかな。ちょっと生歌とかだったらわからないんですけど、なんかそういうことも含めて、車内で聴いたドライブ音楽を、あれ良かったなって思ったら、それを見返していったりとかね、そういうところができるっていうのが、やっぱね、めちゃくちゃ良かったですね。ということで、最後ね、ちょっとだけ他にあるんで、そこサクッと言っておきますね。まず僕、Android スマホですごく好きなのが、これめっちゃ好き。左側にスワイプすると、自分のなんか履歴とか、自分のこうアルゴリズムにあったなんかこのニュースというか記事というかっていうのがいろいろと見れるんですよね。このねページがすごい好きで、最後ですね、最後にすごくいいなっていうふうに思うのが画面分割です。これできんねやって驚いたんですけど、はい、2分割で、はい、画面をね楽しむことができます。このようにね。なので YouTube を見ながらメモを取ることもできるし、それをね、文字起こしでいろいろと話していくと、それらをね、記録させていくこともできたりとかで、結構ね、画面分割はいいなというふうに思いましたね。やっぱりね、XL のね、サイズだからこそ分割してもね、ギリギリ全然使えるかなっていう風に思ったりするのと、やっぱりメモリっていうのが、やっぱこういうところで恩恵あるのかなという風に思いました。はい、というわけでここまでいかがだったでしょうか。これがね、僕が Google Pixel をね、使って、本当にすごくね、感動したというか、めちゃくちゃいいなという風に思ったことを、メインでね、ちょっとご紹介させていただきました。細かく見るとね、もっともっといっぱいあるんですけど、ちょっとさすがに入りきらないんで、一旦ね、この辺にさせていただければなというふうに思います。では、ここからは一方でですね、ピクセルをね、使ってみて、ちょっとここがね、やっぱ iPhone ユーザーとしては使いづらいなとか、ここちょっといまいちだなっていうところをね、ご紹介できればなというふうに思っております。僕、ピクセルね、すごく、いろいろと調べていますし、めちゃくちゃね、こう、
いろんなこう実際のユーザーとか、いろいろと情報収集もしてる中で、やっぱりね、解決策がね、見えなかったりするものも多いんですけど、もしね、この解決策っていうものを知ってる方がいらっしゃったら、ぜひね、ちょっとシェアしていただければなというふうに思います。このね、パートに関してはね、特にね、iPhone ユーザーが乗り換えを検討してるときに、ちょっとぶち当たってしまうところになると思うので、検討してる方はね、ちょっとこの辺が共有できるかっていうところを深くね、見てもらえたらなというふうに思っております。というわけで、まず一つ目なんですけれども、フォント関連ですね。はい。絵文字とかフォントっていうのが、やっぱり iOS の方がいいです。正直デザイン的なところで言うと、これは Galaxy のね、レビュー動画でも散々言ったんですけれども、インスタグラムのね、フォントとか、Notion とか、いろんなこう、ものの、設定のアプリとかね、もろもろ、やっぱこの UI のこのフォントっていうのが、やっぱり iOS がやっぱ一番ね、洗練されていて、使っていて気持ちよさっていうのはありますね。ちょっとこれはね、本当にいろんな方をね、敵に回してしまいそうですごくね、言うのがね、勇気いるんですけれども、とはいえね、すごく大事なものではあると思うので、ちょっと紹介をさせてください。例えばですね、僕ね、Notion とかよくね、使ったりするんですけれども、こういう風に、いろいろとね、ここだけでも結構違うんですけれども、このフォントであったりとか、ちょっと絵文字っていうのがやっぱ違うんですよね。で、これよく見ると、Galaxy もね、若干違うかったりするんですよね。絵文字っていうのがね、それぞれ違ってくるんですよね。で、やっぱりiOS に慣れてる身としては、ちょっとね、やっぱこの絵文字が特になんか慣れないっていうか、ちょっとこのテンションが上がらないって言ったらあれなんですけれども、フォントも含めて、ちょっとね、これがね、やっぱ課題かなというふうに思ってしまうんですよね。で、実際にこういう風にインスタグラム一つを見ても、やっぱりね、このちょっとフォロワーのね、この 1.1 万みたいなところのこのカーニングみたいな、この絶妙なこの感じとかさ、プロフェッショナルダッシュボードのこのちょっとこう一個がね、こう太くなってて、下がちょっと細かくて、細いね、感じになってて、すごいやっぱスタイリッシュで見やすいと思うんですよね。で、特にやっぱりこう絵文字とかがね、やっぱ全然こう表示が違うくて、こういう感じなんですよね。うん。なんかちょっとこう可愛すぎるフォントっていうのが Android の特徴かなというふうに思ってまして、やっぱこれが Pixel もね、どうしてもこうやっぱね、テンションが上がらないと言いますか、ここがね、若干あれかなというふうに思っています。ただこれに関しては、見るデバイスによって表示が変わってくるので、これでもいいっちゃいいんですけれども、一個ね、やっぱ大きなポイントとして挙げられるのが、ストーリーズなんですよね。ストーリーズでこう絵文字をこう記入をすると、それっても一旦写真として、あるいは動画として記録された、保存された状態で公開されることになるので、各デバイス、見ている人のデバイスに依存しないんですよね。なので、どちらかというと統合側のデバイスに依存するので、Android の、例えば Pixel とかでストーリーを投稿すると、絵文字とかフォントっていうのが、そのデバイスによって表示されたものが拡散というか、公開されてしまうので、iPhone とか使ってる身からしたら、これ Android で投稿してるなっていうのがもう秒でわかります。全然違うんで。絵文字が違うんでね、フォントも違うんで、ここがね、いいか悪いかっていうのは本当人それぞれなんですけど、僕はやっぱテンションが上がらないんですよね。やっぱりこう実際に Apple の製品を使ってる身としては、やっぱ Mac のこの文字のこのね、解像感とか、やっぱ Windows よりもやっぱテンションが上がるんですよ。これはもう紛れもない事実ではあると思います。なので、特に絵文字かなっていうのが、どうしても変わってしまうので、同じね、ストーリーをこういう風に上げたとしても、やっぱりね、質感というか、絵文字とかフォントっていうのは変わってくるんですよね。ストーリーのね、フォントの設定もあるんだけど、それでもやっぱ違うと。で、Galaxy のね、この動画のレビュー動画をね、出した時に、やっぱりフォントのね、こう変更っていうのも一応できるんだけど、やっぱ絵文字まではね、完璧にならないんですよね。っていうのが、やっぱこう、どうしても一番ぶち当たる壁だなというふうに思ってて、テンションがちょっとやっぱね iPhone の方が上がれるっていうのは絶対あると思います。で、これの解決策をどうにかして、見つけたんですけれども、ストーリーに関しては、Canva っていうアプリから、ストーリーをね、こう作るときに、それを使えば、iOS の絵文字を使えたりするんですよね。ただこれはプロプラン限定になるので、そもそもサブスクに加入しないといけないとか、ここまで気にする人だったらもしかしたらね、Canva のね、プロプラン入ってる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、僕はね、たまたま入ってるんで、そういうこともね、確認できたんですけど、一応ね、そういう打開策はあるんだけど、でもこのオーガニックというかさ、このものの中、このスマホの中の文字っていうのは完璧にはね、やっぱりこう iOS と同じにはできないんじゃないかなというふうに思いましたので、これは結構ね iPhone ユーザーが Android スマホに乗り換えると絶対にこう生じるものだと思うので、もしねこれ改善策があればねちょっと知りたいなというふうに思っております。で、続いてがですね、ちょっとだけ動作感でね、僕がって感じてしまったのが、動画の再生スクロールバーになるんですけれども、Pixel ってこういう風に下のね、この
再生バーが、ちょっと YouTube っぽいというか、こんな感じのものなんですよね。でこれが iPhone だとこういうスクロールバーになるんですよ。だからちょっとこっちの方が滑らかにめっちゃこうやりやすいんですよね。なので動画の再生とかがこっちの方がちょっとねやりやすさがあったりとか、このサムネみたいなのが出るのでよりこう見たいところを見れるというかねっていうのが見れるんだけど、そこまでねあれなんだけど、慣れてないので、ちょっとだけやりにくさが感じたかなっていうのは正直あります。はい。で続いてがですね、指紋認証に関してなんですけれども、これ結構、罠というか僕が間違えてたのか Amazon でディスプレイ、ガラスフィルムを購入したんですね。でそれで指紋認証を設定しようと思ったらできないんですよ。これね指紋認証でこっからね設定ができるんですけれども、これでですね開始をするときにここで押せばできるはずなんですけど、これができないんですよね。でこれね結構調べてたらこの感度っていうものをね設定できるみたいなので、この指紋のこの認識をね強くさせるための感度みたいなのをちゃんと設定したんですよ。これですね、タッチの感度っていうものをちゃんとねアクティブにして画面保護シートモードもオンにした状態なんですけど、指紋が認識しないんですよね。でちゃんとガラスフィルムを購入するときに、これを購入したんですけど、感度がちゃんと OK のもの対応って書いてるものを買ったんですけどできないんですよね。だから僕指紋登録できてないんですよ。完全に僕の勉強不足かもしれないし、やっぱりそもそもこれのチョイスが間違っていたのかもしれないんですけど、でも対応とか書いてるじゃないですか。で、僕は結構一ユーザーとしての体験を話したいんですけど、やっぱこうスマホを買ったら同時に買いますよね。そんで指紋認証とかやっぱ iPhone とかそもそもないから一旦何でもいいやろって思っちゃうんですよ。ガラスフィルム一旦対応しておけばこれでいいでしょっていうので買ったんですよ。んでやってみてもできなかったりするので、これはマジでよーく絶対にいけるものを買ってほしいと思います。僕もねちょっと買い直さないといけないんですけれども、できれば Amazon とかでちゃんとね指紋認証対応してるっていうのがちゃんとこれを事実としてあるものだけを買ってあげてほしいなと思うし、何でもかんでも iPhone みたいにフィルム買えばいいってわけではないので、指紋認証のことを考えないといけないっていうので、ちょっとこれねシンプルミスが起きたっていうのと、それに気づけなかったっていうのが大前提あるとはいえ、やっぱりその辺のこうガラスフィルムによって認証がうまくいかないっていうのがあるっていうのが、ちょっとね注意点とかとして認識できる機会があればいいなっていうふうには思いましたね。であとはリアルタイム翻訳機能ですね。これはGoogle のね、Pixel ならではの機能で、例えば海外のね英語の YouTube とかを見てるときにそれをリアルタイムで翻訳してくれるっていう機能があるんですけど、そのね機能の能力が結構いまいちっていうか、UI がいまいちなんですよね。これ結構期待してたんですけど、これを期待して購入すると結構期待外れになっちゃうかなっていうふうには感じましたね。僕はね本当にいろんな言語の動画を楽しみたいっていうか、いろいろとね情報リサーチがねそういう各国でも行ったりするので、そこでもうちょいね精度よく他の言語をね学べたりするともっとありがたいなっていうふうには感じましたね。であとはですね、価格を考慮した時にやっぱこの iPhone のログ撮影とかプロレス撮影っていうのがやっぱねいいですね。正直あんまそんなにね頻繁に使うものではないんですけれども、動画撮影で1個のね収録方式として、ログ撮影 Apple ログっていうのが撮れたりとか、プロレスでの収録ができるんですけど、やっぱりねこの画質がすごい綺麗なんですよね。で言うても後出しじゃないですか。この Pixel 9 Pro っていうのは1年ちょっとぐらい後に出して15 Pro よりも遅れを取ってこのちょっと iPhone っぽいような感じが出てるんだけど、この価格帯ほぼ一緒で同じようなスペックをねこうぶつけてるんだったらここ欲しかったなっていうのが正直ありますね。カメラ性能はめちゃくちゃ両方いいんだけど、そこだけ惜しかったなと思います。ログっていうね、このようなこう撮影ができるんですけれども、ちょっと色淡いですよね、今。で、これをレック709っていうね、こう一旦色をね、普通の状態に戻してあげて、で、それをさらにカラーグレーディングでね、こういう風に色付けを僕はね、編集で行っているんですよね。っていうのが Apple でも Apple ログっていうのがあるので、このね、ログで撮影をしておけば、めちゃくちゃね、綺麗なね、こう編集がね、できるようになるんですよね。で、しかもそれを外部のストレージにね、こう USB-C で接続をすれば記録できたりするんですけど、これができないっていうのが、価格的に考えたり、タイミング的に考えるとできててもよかったんじゃないかなっていうのは感じてはしまいましたね。これは Apple すごいなって本当に思いました。
で、あとはですね、探す機能に関してなんですけれども、探す機能、デバイスをね、こう見つけたりとか、他のね、ものをね、アクセサリー、イヤホンとかね、ウォッチとか、そういったものを連携して探したりとかできるとは思うんですけれども、このね、探す機能って iPhone が結構優遇されていたりするんですよね。例えばね、このね、インスタ360さんのね、Go3S っていうカメラがあったりするんですけど、これのね、探す機能っていうのはもう iPhone しか対応していなかったりするんですよね。なので、こっちだったら多分できないと思いますし、あとはそもそもこういうアプリ、こう全体的にね、カメラ関連のアプリっていうものが登場した時に、やっぱりさっき iOS 版っていうのがね、先にリリースっていうのがやっぱどうしても多い気がするんですよね。そこがやっぱちょっとこう Android しか持ってないってなるとちょっと怖いかなというふうに思っちゃって、例えばブラックマジックさんのね、ブラックマジックカメラっていうね、結構有名なアプリがあるんですけれども、これで iPhone の撮影がめちゃくちゃこう動画撮影がね、すごいこう拡張されたんですよね。Android はそもそもの純正アプリがめっちゃいろんなことができるっていう、そこはね、すごくいいんだけど、ただそれをはるかに凌駕するぐらい、このね、ブラックマジックカメラっていうのはめちゃくちゃいろんなことができるんですね。っていうのがもうだいぶと早くね、iPhone に先に導入されたんですよね。iOS にね。で、そっからかなり遅れて Android にね、対応したりっていうので、こういうカメラ系のね、インフラっていうところでは、やっぱ iOS がね、やっぱ先に来るなっていう印象があるので、そこが、これはもうどうしようもないし、ピクセルが悪いとか一切ないんだけど、そこはね、ただ iPhone をなくして、こう、ピクセルとか Android に乗り換えると、そういうところで多分、ってなるときは絶対あると思います。はい。これは仕方ないと思います。はい。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、これが本音でね、僕が使用していて感じたことたちになっております。ちょっとね、主語がね、すごくでかくなってしまったと思いますし、どちらかというと、こう、Pixel 9 Pro の話というか、Pixel っていう話のね、枠組みになってしまったのはすごくね、申し訳ないなというふうに思うんですけれども、ただちょっとね、このチャンネルでね、この Android スマホっていうのはね、まだ発展途上というか、まだ僕もたくさん勉強してる段階になるので、ちょっとね、こういった、こう、逆にね、iPhoneユーザーならではの視点でお話しできればなというふうに思って、ちょっと今回ね、こういった形にさせていただきました。もしですね、今回のね、僕がちょっと不満に思っていることとか、ここうなったらいいなっていうところで、ちょっと改善策とかが考えられるものがありましたら、ぜひね、コメントでいただければすごく嬉しいなというふうに思いますし、仮にね、iPhone からこう Google Pixel に乗り換えをね、検討している方もね、結構多いかと思いますので、そういった方たちにもね、役に立つね、コメントがスレッドとして、成り立てばすごく嬉しいなというふうに思っております。というわけで最後にですね、僕なりのこう結論をね、お話しできればなというふうに思うんですけれども、ちょっと今回ね、Google さんにこう製品提供していただいている身なので、正直完全にね、乗り換えしたいとか、これ一本できますっていうのは全然一切ありません。僕はね、この iPhone をね、メインに使っていて、Galaxy Z Flip 6か、これを自分で購入して、これらを自分で購入して、このね、2台持ちっていうのね、体制でやってるんですけれども、すごく思ったこととしては、iPhone とこの Galaxy のすごい中間な感じがしました。めちゃくちゃね、すごいふわっとした話になるんですけれども、この iPhone とこの Galaxy の Z Flip ってすごいこう iOS と Android っていうこのすごい両極端な感じがしたんですけど、うまいことこの中間にいるようなね、感じがしましたね。やっぱりこのデバイス、ハード側はすごい iPhone っぽさを感じるし、でも中のこう拡張性能っていうのはすごい Android 向きというか、すごい Android ユーザーがすごい使いやすくて、でも iPhone ユーザーも使いやすいみたいな感じで、すごいちょっとこういいとこ取りをね、したようなすごい端末なのかなというふうに感じがしましたね。到着した時はね、すごい iPhone やんこれみたいな、 iPhone で良くないって思っちゃったんですけど、すごいね、やっぱこう拡張機能が良かったりとか、やっぱりこう Google のね、オリジナルのね、オーガニックのこうアプリといいますか、なんかそういったところのこう連携、あとは Gemini をね、すぐに起動させて行うことができたりっていう、やっぱりこう iPhone にはね、なかったりするものを持っていたりはしますので、ただですね、この iPhone ユーザーとしてこう Android っていうスマホのイメージとして、やっぱりこう3連ボタンって実は使いにくいんじゃないかとか、こうデバイスの兄弟ってあんまかっこよくないんじゃないのっていう、なんかこうイメージがあったと思うんですけど、そういったものを結構もう払拭できるぐらいのね、こう完成度っていうのを感じることができましたので、なんかあんまりこう iPhone ユーザーがこう Android に乗り換えることをそこまでこうハードルを感じなくてもいいんじゃないかと思えるぐらいのね、すごいこう中間に位置するような、機種なんじゃないかなというふうに感じましたね。すごく僕のね、ライフスタイル的に検索っていうことが多かったりするので、特にこの Pixel っていうものはね、すごくマッチしてるなっていうふうに感じましたし、なのでもしね、この動画を見てくださっている方の中で何かこう仕事としてね、何かをこうディグったりとかリサーチしたりとか、いろんなこう情報を収集したりとか要約したりとか、なんかアウトプットよりもインプットが多い方っていうのはすごくね、役に立つ機能が多かったりとか、それを活かせるね、デバイスであることにね、間違いはないかなというふうに思いましたので、そういったところも含めてね、ちょっとね、今回の動画をね、締めくくっていけたらなというふうに思いました。というわけで今回ですね、このね Google Pixel 9 Pro XL をご紹介をさせていただきました。順調にですね、僕も Android スマホに対してす
ごくね、ちょっとずつなんですけど、いろいろとね、理解が深まってきましたので、もしね、今後もね、ちょっとこう、機会があれば、いろんなね、こう、スマートフォンとかのレビューであったりとか、使いやすさとかね、いろいろと比較しながら、いろんなね、コンテンツを作っていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひね、この動画が役に立ったよ、参考になったよっていう方は、ぜひね、グッドボタンとかチャンネル登録していただければなというふうに思っております。というわけで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。